おはようございます。ハドリアムムの就職失敗人もどき無職チャンネルへようこそ。9000オマーンで戦争しまくってこのハド様を落とした担当者への怒りを発散しようのコーナー。映像少しいじれるし根性もあります。スパチャとかいうのいらないのでどなたか仕事をください。さて、9000オマーン君はこのゲームでも屈指の弱さを誇るバーレーンと同じ9000海岸ステートが首都の一州国家だよ。石油が湧くまでは人少ないしバーレーンと分割州だから建設数上限のある建設局とかもバーレーンが建てると9000オマーンは建てられなくなったり不便だよ。しかも石油が湧いても掘る人いないから全然弱いクソ国家だよ。まあシッキムとかいう本間門の罪国家よりは全然強いしバーレーンと違ってイギリスの属国スタートだから弱小国プレイに慣れてきた中級者にはおすすめだね。歴史とかは知らん。中東史は興味あるけど知ってる人が少ないからおすすめの本とかあったらコメント欄に書いておいて。法律は奴隷国境閉鎖伝統主義土地ベース課税濃度制先制国民主義国境といつものゴミ法律欲張りセット。ビクさん知ってる人はアフリカの秘境国家と同じくらいだと思えばいいよ。知らない人向けに説明すると、人が足りなさすぎて工場建てても意味ないのに国境閉鎖で移民が入らず、国境と国民主義で差別は横行。伝統主義なので民間建設は死んで、土地ベース課税だから工場建てて百姓が減ると税金が減り、奴隷制だからただでさえ人が足りないのに工場や大学に入れる高度人材が奴隷になってるよ。農民徴兵だから軍隊は少ないし質も落ちるよ。あと研究はティア1も全然終わってないので大学や民主主義という概念を知らないよ。天下のイギリス様の属国だから漁港と湾口が1あるけど人が足りないせいでゲームスタート時は機能不全だよ。こんなところにいつまでいても仕方ないので隣のクッソまずいオマーン君を食べに宗主国イギリスを呼びつけて戦争開始。クッソまずいけどそもそも州として全く機能していないゴミみたいな土地より100倍マシだから初手で行こうね。イギリスを呼べるのは基本的に1回か2回くらいだから最初の戦争はペルシアでもいいね。ただ今回はアラビアっぽい形にしたいからペルシアではなくオマーンに行くよ。今回は実利よりもロマン重視で、自分たちが9000だっつったのに突然大英帝国100大隊が突っ込んできて抵抗できないオマーン君は無事死亡。何これ ?9000 オマーンとしては絶滅をかけた最終戦争を所望する。これがビクさんプレイヤーの中では鉄板ネタにされていたが実際にはあんまり見ない海鮮オマーンちゃんですか。下の方で分裂状態になってる A 面もサクサク食べていくよ。カーシム以外は人がいないから食べる価値もない国たちだけどそのカーシムが一番後ろで持ってるから食べるしかない。あと9000オマーンの圧勝でオマーンを併合したよ。混乱してきた。イエメンへの侵攻はやめずマフラの次はカシーリへ。ちなみに初期だと軍隊1大隊だから絶対勝てないけど、オマーンを併合して手に入れたオマーン軍を使って侵攻。君たちはそれでいいの？戦争が始まったら次の戦争へ向けて今のうちに宣戦布告。9000オマーンとは一体何だったのか。ゲーム開始2年でたったの4回しか宣戦布告してないから実質9000状態だしこれは9000オマーンです。お前それイスラエルの前で同じこと言えんの？全部の法律がクソなのでどれを変えてもいいんだけど地主勢力が改革に反対してるから何も変更できません。神は死んだのか？とりあえず中東文化は北アフリカから移民を呼びやすいのが利点としてあるので国境閉鎖を変えるためにショーブルジョアを政府へ。てかイギリス市場だし、イギリスの傀儡だから急に英仏から首都要求パンチとか飛んでこない分宣戦布告しまくっても大丈夫だしこの国思ったより強えぞ。大韓英米に移民吸われまくって人は減るし請求権通りに戦争すると差別文化の州しか拾えないゴミことギリシャより楽しい。歯がゆいところがなくなったシッキムはバーレーンって感じ。どうせ工場建てても人が入らないので軍隊を増やして戦争する準備をします。民間建設は死んでるし政府建設は建てたものを片っ端からイギリスの資本家に買われて何の意味もないので軍隊を作るのは実際かなりあり、絶対オマーンかイエメンに戦とした方が強いしテストプレイではそうしたんだけど今回はなんか9000海岸が人のくせに戦争しまくるのおもろいからしません。てか真面目に効率プレイするとこの国ちょっと強すぎるので動画にする場面がなくなってしまう。オスマンがボロボロで他は小国なので日本やイタリアと違って周りに強国がいてそいつを倒さないと何もできないみたいなのもないし、内政を頑張るには人が足りないから戦争するしかないんだけど戦争したら下で美味しい国が周りにいっぱいあるので加減しないといけない。エジプトもカイロがあまりにも美味しすぎるから10年くらいは食べないでおくよ。シリアはまだいいけどイギリスを呼んでしもエジプトを食べてしまうとぬるすぎる。海鮮オマーンネタはビッグさんだと有名な鉄板ネタなので被ってないか編集段階で不安になってきました。まあでもビッグさん動画投稿者が他芸に比べて少ないしその上でマリカーとか流行ってる今9000オマーンやるやつなんて爆乳ハイレグでかじりドスケベやるくらい珍しいから大丈夫でしょ。不安になって調べたら私が確認できる範囲では一件見つかりました。爆乳ハイレグでかじりドスケベやるは存在する。まあ被っちまったもんは仕方ないしソ連の動画出す時も本当に偶然なんだけど月見さんの赤い動画と時期クッソ被ったから気にしても仕方ないし動画の概要欄に先駆者様の動画を置いておきます。正直被ったから迷惑かけたくねえなって投稿時期ずらしたりお蔵入りにした動画結構あるよ。ブスチーがイタリアの動画上げた時にたまたまイタリア統一講座上げててこれでヤプ指示込めとか向こうに行ったらやだなと思ってからはできるだけ避けるなどした。ありえない話、バーレーンとナジェド併合した。謝れ、横綱で思い出したけど CK さんアジア DLC 熱いね。
通にパラドゲーは広く浅くやってるから今度グダグダ CK さん配信とか動画とかやってみようと思ってるよ。あと信長の野望新生 PK も持ってるけど全然やれてないから今度やってみるね。今は戦後の後処理として製法を直してるよ。製法リセットボタン実装はありがたいけど多数派の製法にするだけだからこういう小国は困る。首都しか持ってないから2州か3州取っただけで多数派が奪った土地になっちゃってリセットできないんだよね。多分パラドの中のプレイアブル国家は欧米と日本中国朝鮮半島くらいだからそんな挙動想定してないと思うんすけどとか言ったら殴る。農民運動が過熱してきたから濃度制外せそうだけど少ない人口で外しても利点ないし先に国境閉鎖を移住規制にするよ。まあ移住規制にしても9000オマーンで普通に生活するよりイギリスで差別される方が生活水準高いから人口が増えるとは限らないけどね。エジプトとオスマンが戦争始めたよ。本来ならここで下エジプト要求で横槍刺すのが一番効率的だけど、さっきも話した通りここでエジプト本土を取ると強すぎてしまうのでエジプトと仲がいいカーシムを今のうちに攻めるよ。カーシムはイエメンの分裂国家なんだけどイエメンバトルロワイヤルの中では一番人口が多いから美味しい。ちゃちゃっと食ってしまいたかったけどエジプトに介入されたらだるいから今まで放置してたよ。非承認国だから利子がバカみてえに高いし生産力皆無だから税金少なくて返せないせいで借金がエグいことになってるね。まあイタリアの破産前提600大体内政と同じでこの国もこんな戦争するほどの国力ないので一通り戦争したら破産する予定だよ。いや借金で戦争しまくって金が尽きたら破産する予定ってすげえな。破産する前提のアルゼンチンと戦争前提のナチドよりよっぽど悪質な破産前提戦争経済を実行する9000オマーン。ちなみに近代のアルゼンチンはマジで破産する前提で融資受けておきながら借金返済せずにデフォルトしたよ。しかも融資してくれたのは国際通貨基金。事実は小説よりもきなり、カーシム併合したら国力弱すぎてカーシムの生産力分借金上限が増えたよ。よっしゃー、これでジャバルシャンマルと戦争できるぜ。9000オマーンとは言った。だがいつ9000するとは言っていない。あとイギリスがオスマンエジプト戦役に介入した挙句軍事アクセスの強制で9000オマーンを参戦させたから何のメリットもないけどエジプトと戦争中です。お前が9000させたのにあんまイギリスに関係ない戦争に呼び出すなよ。もしかして9000オマーンが9000してないとでも思ってんじゃないの？なんかエジプトがボコボコにされてて笑う、と思ったけどエジプトから取れる領土減るから下振れです。エジプトがオスマンをボコボコにしてイラクあたりを割譲してくれると後からエジプトを倒すだけで回収できて楽なんだけどね。オスマンが勝つとほぼ確実にイギリスがオスマンをかばうからすごい拡張しにくいんだよ。何このなんとも言えない微妙な国境。これオスマンタンジマーと達成できてないだろ。コサク脳の制定が順調だね。これでクソみたいな濃度制とはおさらばだ。奴隷解放すらできてないのに濃度制はしっかり廃止するのどういう倫理観してるんだろう。あ、これは1800年代アメリカの悪口ですからね。遺産奴隷制にするくらいなら奴隷輸入して少しでも人口伸ばす方が美味しいしまだ遺産奴隷制にはしないでおくよ。てかゲーム開始時点で奴隷制廃止できてない時点で今更ここいじっても変わらん。小作農廃止、これで土地ベース課税を外すために必要な伝統主義を外す権利を得たね。ちなみに濃度制、土地ベース課税、伝統主義に地主派閥は大賛成してるのでどう頑張っても反対されてまだまだ土地ベース課税を外すことはできません。地主ってクソゴミみてえな派閥だなと思ったそこの視聴者の方、地面師を知っていますか？そういえば就職失敗して暇になったから地面師たち見たよ。最後天下一地面大会のライバルたちが集まって青空師を倒して俺たちは地面師だ、ってシーンで泣きました。破産したけど全然影響なくて笑う。ちなみにもう一回破産しても特にプレイに支障はないです。まあ強いて言うなら破産すると支出グラフがバグるくらいかな。急に真面目な話するけどこういう限界国家はどうあがいても何もできない時間があるのでそのタイミングで金使い切って破産するとすごく楽です。今回は最初のイギリス召喚権でペルシア行かずにオマーンを殴ったので中東付近でやれることは全部やったからこのタイミングで破産。アフリカ、南米、インドやインドネシア行ってもいいんだけど別に世界征服とか列強1位目指してるわけじゃないから今回は行かないよ。テストプレイで試しにインドネシアと南アフリカの金山取ってイギリスと一緒にエジプト攻めたらほぼエジプトプレイと変わらなかったのも要因。てかペルシア、エジプト、金山持ってる小国なんて限界国家は大体取りに行くんだけどそれが近い上にイギリス様のおかげで苦労せずに取れてしまうからこの国やばいんだよね。オーストラリアとかカナダの強みをこんなようわからん決戦オマーンが持ってるの謎だね。あとなんか差別されてるスーダンの人に後継者が恋をしたらしいよ。いいじゃん、これを機に差別とかなくそうぜって選択肢を選ぶと後継者がこのゲーム屈指の強さを誇る啓蒙先制君主イデオロギーになるよ。ただ強いイデオロギーなんだけどこのゲームはなぜか先制君主制でも君主の思想や特性を一切法律改革に反映してくれないから無意味だね。ふざけろ。若干イエメン伝いに繋がってるから分裂状態のエチオピアも食べちゃおう。エチオピアに攻めるためソマリアやソマリランドを先に食べるよ。エチオピアは人口多いんだけどソマリア近辺は人口そこまでなのでまあ美味しいっちゃ美味しいんだけどって感じ。資源面では鉄取れるし海岸あるからソマリアのが美味しいんだけどね。今回は資源なんて後から石油でまくれるから人口がとにかく欲しい。なんかクーデター起きそうになってて笑う。国名が9000オマーンなのに14年間毎年戦争してたらそらクーデターも起こしたくなるわな。あとなんか知らないけど地主が民主主義者になってたから富裕者投票を通してみたよ。なお地主の民主主義者はよほど内部から嫌われていたのか富裕者投票制定とほぼ同時に引退した模様。代わりに就任した新しい地主リーダーのイデオロギーは奴隷制支持派。元から奴隷制に賛成してるからほぼ影響ないけどね。仮に地主派閥で啓蒙先制君主イデオロギーの後継者が君主になったとしても地主のイデオロギーはこんな感じだからね。もうちょっと先制は君主が国家に作用するようにしてもいいんじゃない？あとはホイヨンの国民精神みたいなバフも欲しいよね。フランスのジャーナル
とか南米のジャーナルみたいな感じでいろんな国家に実装してくれ。さて、選挙だけど富裕者投票だから奴隷持ってて畑も持ってる地主が当然一強だよ。まああと10年か20年もすれば実用化が台頭するでしょ。知らんけど、なんか今 YouTube で触れると収益が止まるらしい名前を言ってはいけない例のあの国家ことロシアさんがオスマンからイラクを独立させていたから食べるよ。ロシアもボルデモートもかっこいい二つなあっていいよな。ゆっくりも旅する皇帝とか偏在する雲とか呼ばれたいよ。エフラン大学生なのに公務員試験に全振りして就職に失敗せし者。落ちると思ってなくて無駄に9時間深夜バスに乗りし者とかどうだろう。採用面接全部通ったのにまさか就職資格試験の最終合格で落ちるとは思わねえよ。面接行かない場合は連絡しろって言われてたからそもそも面接するのに必要な資格取れませんでしたって電話するとき相手もびっくりしてて死ぬほど気まずかったわ。エジプトがイラク侵攻に介入してきたよ。ここ最近のゆっくりは死ぬほど忙しかった上に全部無駄足でな。死ぬほど機嫌が悪いんだ。死にたいやつだけかかってこい。ボルデロシア今日も来るのかよ。上等だこっちもイギリス呼んでやるからな。イラクをめぐって行われるグレートゲームとかこれもう実質湾岸戦争やろ。9000オマーンかっこいいろ戦争の被災地権原因。ムカつくからイラク併合だけじゃなくエジプトのパレスチナとヨルダン要求してやったよ。絶対下エジプト要求した方がいいけど国境汚くなるしぬるくなるし、あとオスマンにこれ以上なんかされても困るから今のうちに抑えておくよ。全国の無職たちよ、パワーをイラクに、モノマネ師として、世界を救う者と内定獲得者のモノマネをいたしましょう。磯の、デュエル開始を宣言しろ。まあ戦うのは9000オマーンではなく大英帝国軍なんですけどね。初見さん、戦うつもりもないので普段は速攻消す回線通知も凝視してます。てか下手に戦うとただでさえ少ない人が死んだり怪我してしっかり減るんだよねこのゲーム。戦争の怪我人が就職できないシステムは割と気に入ってる。すげえなイギリスってこんなどうでもいい戦争2852年の時点で200大隊以上使ってもピンピンしてるわ。イタリアとか日本でやったら財政悪化待ったなしやぞ。今までの戦争で一番規模がでかい割に戦線が山と砂漠だから動かないの面白いね。面白くねえよさっさとロスケぶっ倒して恋破り天のボケカス。お前がこの国を9000オマーンにしたんだろうが、戦争をさっさと終わらせて9000オマーンにするのがお前の役目だろ。このままじゃグレートゲームオマーンか大戦争オマーンになっちまうよ。いやグレートウォーマーンくっそかっこいいな。皆さんが静かになるまで5分先生は待ちましたし、イラク軍が静かになるまで10ヶ月先生は待ちました。なんでこのネタが通じるくらいには学校に一人はこういう嫌味言う教師がいるんだろうな。いや教師よりどの学校もクソうるさいのを問題視するべきでは。なんかベンガルが降伏したけど戦争の主導権を宗主国イギリスに丸投げしたせいで要求や参戦国もいまいち把握できてないから今参戦してたと知ったよ。まあいいやとりあえず煽ったろ。雑魚ダウン。大体開戦から1年でイラクも降伏。併合されたら戦争できないからね。お前も休戦するんだよ。中東の平和を作るもの、9000オマーン。ちなみに国名の9000オマーンって語訳をお互い調べたら英語名もトルーシャル。オマーンで9000オマーンだったよ。意味わかんねえ。誰か9000オマーンの歴史を教えてくれ。とりあえずイラクは中核化しつつ西方も本国に合わせておこう。結構綺麗な国境になってきたね。最初ペルシア行かないって話したけどあまりにもホルムズの飛び地がキモすぎるから属国化して土地返そうかな。イギリス軍数年ぶり2度目のカイロ侵攻。あと10年もこの頻度でカイロ入りするならエジプト総督とイギリス軍の大隊長クラスが顔見知りになるだろうね。みんな見て、ネスコの化け物と同じくらい存在するか疑われていた9000オマーンの資本家がタバコ農園をヨルバに建ててるよ。資本家が外国にタバコ農園1個建てたからって何になるってんだよ殺すぞ。エジプトからもらったトランスヨルダンとパレスチナだけどぶっちゃけあんまり人口多くないし美味しくないね。数万人単位で人が死ぬ戦争行為によって力ずくで奪っておいてこういうこと言うのは良くないかもしれないけど、ぶっちゃけいらねえ。9000オマーンなのになぜ戦争行為によっていらない土地を手に入れたんや。これはブリカスの陰謀ですわ。オスマンとエジプトが2回目の戦争してると思ってみたらお互いに中核州握り合って領土返還で殴れるにもかかわらず恥ずかしめと国有化とかいうクソどうでもいい戦争だったよ。ひよってんじゃねえよ玉なしのバカども。さっさと領土限界まで取り合う地獄の絶滅戦争しろよ。と9000オマーンは言っています。あと伝統主義とかいう本魔門のゴミを外しました。ようやくまともに建設できるわ。なんでゲーム開始10年建設もできないんだよ。こいつはデバフ解除記念に戦争一発やっとかないとな。そろそろ英国本土の議会もこれを9000オマーンと呼ぶのは無理があるって話題になってそう。なんかバグって軍艦が陸軍に吸収されちゃったんだけどどうすんのこれ。海軍結構人的資源使うから人足りてないうちにとっては貴重なんだけどこれ海軍に戻せないの？この後しばらく頑張ったけどこの軍艦たちは陸で一生を終える覚悟をしているようで堅くなに海へは帰りませんでした。こっちは分裂してるエチオピアを攻めたいだけなのにエジプト軍が全力で絡んできてうざいよ。なんで大房のためにエジプトと戦わないかんねん。大房は降伏してエジプトは時間差は平。もうエジプトとタイマンなら勝てるね。近代化して人を工場や金融街に詰めるゲームでなぜか100兆を工場や金融街に入れれば入れるほど税金が減る地獄のような法律土地ベース課税を人頭課税にしたよ。建設と税金がようやくまともにゲームできる程度の水準になったね。なお奴隷制がついてるしこれだけやっても法律面はゲーム開始時点の欧州には届かない模様。結構早いペースで改革通してるのに奴隷制仲間のスペインよりギリ法律進んでないの終わってるでしょ。ちなみに今映ってるこれ新要素です。みんなもう知ってるだろうから説明しないよ。知りたかったらビッグさん買って遊べ。今はイギリスと仲悪い国全部に独立支援してくださいってスパム送ってるよ。あまりにも長い間戦争をしてなかったからエチオピア侵攻しよう。9000オマーンの名に恥じない戦いをご承覧あれ。いやどんな戦い方しても名前には恥じるわ。エジプトを倒せる9000オマーンが今更エチオピアと戦争しても負ける
るわけないので余裕の勝利。征服した州はなんとなくで解放したエチオピアに渡してあげるよ。なんか何も考えずに適当に割譲して適当に解放して適当に渡してたらアフリカの投げナイフみたいな形になっちゃった。そろそろ一人でエジプト食えるくらい強くなったしエジプト本土も割譲しようかなとか考えてたらエジプト属国のヒジャーズを食ってなかったことを思い出したよ。最初に言った10年は余裕で経ってるし本土数州とヒジャーズ割譲を要求してイギリスを呼びつけるよ。音声録画別撮りでプレイ中何を考えてたか後付けでもわかるようにしてるんだけどこの戦争にロシアが介入してきた時クソで片め息と舌打ちしてました。編集する時怖いからプレイ中のゆっくりにはもっと穏やかになってほしい。どうせイギリス呼んだら戦わずして勝てるんだからそんなピリピリすんなよな。戦争始まる前にエジプトが屈服したよ。おもんねえ。勝手に休戦すんなよひよってんのか？いや休戦オマーンが言うセリフではないな。ちなみに下エジプト要求したから悪名が100超えて身の程わきまえ戦争をスウェーデンが仕掛けてきたけど、エジプトが屈服したことで下エジプト要求はなかったことになり悪名が下がって100未満になったから参戦国が激減したよ。おもろ。まあ属国が身の程打たれてもどうせ宗主国のイギリスが対応しなきゃいけないからどっちでもよかった。やばいと思ったが征服欲を抑えられなかった。オマーン海上帝国さんから割譲したザンジバルを活かせないかと思って植民通そうとしたけど通らず別にザンジバルを活かすのは休戦オマーンらしくもないから、この後植民地がこの国で議論されることはほとんどなかったよ。そんなことよりも国内法をなんとかしないと。そう、大事なのは国内だから国を広げて国内を増やそう。だからエジプト君には死んでもらうよ。領地、内定、休戦、どこから来て、どこへ行く？そんなものは、この私が破壊する、世界の調和を壊して究極の休戦オマーン、略して究極オマーンになるためもう何回目かもわからないエジプト戦を始めたよ。休戦オマーンはね、戦争は年一でやるし、ニブルヘイムは焼くし、やること全部がめちゃくちゃでなきゃいけないの。休戦オマーンが戦争してるってネタをもう15分くらいこすってるけどそういう動画なんだよな。ちなみにこの動画は残り時間もずっとこのネタこするよ。終わる頃にはこすりすぎて足くらいペラペラになってそう。エジプトとの戦争に便乗して自治度を上げようとしてたエチオピアを先にやっつけたよ。じゃあエチオピア君許してあげるからさっきまで協力してたエジプトを後ろから刺してね。裏切り者を許すなんて休戦オマーンはなんて寛大なんだ。しかも裏切るしか能がない裏切り者にさっきまで味方だったエジプトを裏切らせてあげることで適材適所のいい人事だし、エチオピアもこれには感激して涙で前が見えず喜びのあまり言葉も出ないみたい。いいことをすると気分がいいね。夏のジャンボリー。休戦海岸ビッグウェーブ。エジプト首都に休戦オマーン軍が迫っているよ。今更だけど休戦オマーン軍の字面意味わかんねえな。まあいいや、一回の戦闘で勝利し休戦オマーン軍がエジプトの首都カイロを 25% 占領したらしいよ。エジプトは心折れてシナイ半島と休戦オマーン国内のエジプト資本を手放したよ。スエズ運河予定地ゲットだぜ。さすがに20年色々したからか民間建設も少しは回るようになってきたね。色々っつってもイベント選択肢では投資プール回るバフを最優先で取り高級品は課税せずに増税もしないで経済法変えた上で放置してただけなんだけどね。ハッシュタグ破産だからできたこと。ハッシュタグ破産派国家。みんなも破産前提戦争経済で周辺国をびっくりさせましょう。借金がまたえっくいことになってるけど無視してスエズ運河をばっこり立てていくよ。どんだけ借金しても最悪戦争賠償金で踏んだくるからいいんだよ。無理なら破産すればいい。内政がどれだけズタズタになろうが休戦オマーンで戦争さえできればそれでオチがつく。そしてスエズ調査が終わりました。ここをスエズ運河とする。建設予定地調査もだけど建設にも時間と金がかかるんだよな。民間建設は壊滅してたゲーム開始5年から結構成長してまだまだ小規模ではあるけど継続的に回ってるよ。いいじゃん。そろそろエジプトとの停戦が明けるからまた行くよ。アラブ半島の国でわかりやすい目標といえばアラビアの形成だからね仕方ないね。てか人口が60系の国だったんだしぬるいだのずるいだの言わずに初手で食っても面白かったな。まあいいか。休戦オマーンは度重なる戦争で人口はすでに 9M になって地域の大国レベルには強いのでエジプトくらいひねってやるよ。開戦したら放置で。戦争終わったの。これでようやく休戦できるね。休戦オマーンなのに休戦を次の戦争へ向けた準備期間としか思ってない節があるのではないかと大英帝国外務省からご指摘をいただきました。休戦オマーンとしてはこの事実に向き合い、抜本的改革と第三者機関立ち会いのもと調査を行い、ご指摘くださった英国の方々に対する真摯な対応を心がけようと思います。ここからは殺さずの誓いを立てるよ。スエズ運河が完成しました。これで英連邦の海上輸送コストが激減しますね。内政も頑張っています。一瞬で従業員埋まった。これが中東国家の強みよな。じゃあトリポリをポリポリ食べちゃいます。殺さずの誓い？休戦オマーン。つっうっせえな、反省してます。なんかマグロだかなんだかは止まると死ぬらしいよ。かわいそうだとも思ったけど中途半端に止まれる人生のがよっぽどかわいそうだよな。だからこそ、休戦オマーンは止まらないからよ。お前らが進むその先に休戦オマーンはいるぞ。だからよ、止まるんじゃねえぞ。このネタホイオン大本営マルチの動画でやったなって今思い出したけど別にいっか。なんか急に地主に知識人と資本家が選挙で並び始めたんだけど、これ絶対内政が整ったからとか関係ないよね。だってエジプトの首都取った瞬間これだもん。これうちの人口が少なすぎてアラビア半島の地主をエジプトの首
資本家と知識人が圧倒して選挙結果がめちゃくちゃになってるでしょ。こんなわかりやすく選挙結果変わるくらい人口の釣り合い取れてないならマジで国家をエジプト人に乗っ取られるぞ。それこそインドからの移民が現地民よりも多くなってインドに併合された史実失記無の逆じゃん。事実上支配の根幹を漢民族に乗っ取られた満州民族とかもそうか。エジプトをこれ以上食べるとエジプト人に内部から国家を乗っ取られるかもしれない。不安になってきちゃったからエジプトを食べて落ち着こう。何かの間違いでタバコの人体への害みたいなタイトルの動画見ちゃった時に不安になってタバコ吸って落ち着く喫煙者ってこんな感じだよな。ようわからん脂肪を抑える薬を保険適用にする前にコロナの特効薬と禁煙外来を保険に入れてくれマジで。また屈服したよこいつ。まあ人口減らなくて助かるからプレイ中は嬉しいけど編集中は戦ってほしいのよ。なんか気がついたら世界中位の GDP になってたけど石油まだ湧いてないからこれエジプトパワーだろ。実際エジプトの主要な都市は全部取ったからね。もうエジプトはエジプトのとくらいしか残ってない。久々だから本日はいつもより多く戦争を回しております。9000オマーンの上納金が高いと文句を言ってエチオピアが自治権拡大戦争を仕掛けてきたよ。これはガチで防衛戦争なので9000オマーンは悪くありません。じゃあなんでエチオピアが自治度最低の属国として9000オマーンに支配されているんだ？ボブはいぶかしんだ。開戦から数ヶ月で命に届くけど大丈夫そ？ちなみにこちらの要求は戦争賠償金、エチオピアの収入の 100% を要求しました。上納金が高すぎるって言ってたけどこれからは上納金プラス5年間国家収入の 100% を払ってね。まあ9000オマーンとしても破産経験があるから相談には乗れるんじゃないかな。